こんにちは、のぶたです。今回はアドラー心理学において対人関係の入り口とされている課題の分離という考え方をご紹介します。課題の分離とは、自分と他者の課題を切り分け、自分の課題には他者を介入させず、他者の課題には介入しないことです。対人関係において自分の課題に他者が介入したとき、他者の課題に自分が介入したとき、様々な問題が生じます。そのため、自分と他者の課題を切り分ける課題の分離は、対人関係の問題を防ぐために非常に有効な手段となります。課題の分離で最も大切なことは、その課題が誰の課題かを正しく見極めることです。その課題の結末を引き受けるのが誰かというシンプルな判断基準で見極めるのが基本ですが、結末を引き受ける人が複数いる場合、他者を支援する立場の場合には注意が必要です。まずは、結末を引き受ける人が複数いる場合について、家族や友人でのお出かけを例に考えてみましょう。計画を立てる役割を持っている人がいたとしても、実際に出かけるのはその人自身と他の家族や友人です。同様に、会社での仕事についても考えてみましょう。社員それぞれが役割と課題を持っていますが、会社の業績は全ての社員に影響します。こうした場合、判断や実行をする人以外の全ての関係者にも隠れた課題があると考えるのが良いでしょう。例えば、必要な情報やそれぞれの意思などの共有、進捗状況のチェック、最終的な判断前の確認などが挙げられます。このように課題の結末を引き受ける人が複数いる場合の課題の分離は、誰の課題かではなく、それぞれに何の課題があるかを考えねばなりません。隠れた課題に気づかない、あるいは無視してしまうと、様々な問題が生じる可能性があります。隠れた課題による問題にどのようなものがあるかを見てみましょう。判断や実行する人が隠れた課題に気づかない、または無視してしまう場合、判断や実行する人は周囲の人々や行動に対し介入してほしくないと感じるでしょうし、周囲の人たちは自分勝手な行動と捉えてしまうかもしれません。逆に、判断や実行をしない周囲の人が隠れた課題に気づかない、または無視してしまう場合、判断や実行をする人は周囲の人に対し無関心、無責任と不満を感じるでしょうし、周囲の人たちはその不満に気づくことすらないかもしれません。隠れた課題は自分と他者の間にある境界線が曖昧なグレーゾーンにあるため見落とされやすいです。しっかりとした信頼関係があって、それをベースにしたコミュニケーションを行うことで、隠れた課題を明らかにし、関係者全員がその課題に目を向けるように自ら促すことが大切です。雇われている立場での注意点もお伝えします。雇われるということは、賃金を対価に他者、つまり雇用主の課題を自分の課題として取り組むことです。この特殊で複雑な状況によって、誰の課題かの境界線を見落としてしまいがちなので気をつけねばなりません。次は、他者を支援する立場の場合について考えてみます。他者を支援するというのは、例えば子育てや困っている友人の相談に乗ることです。子育てなら課題の結末を引き受けるのは子供なので、子供のことは自分の課題ではなく他者の課題として切り分けなければなりません。支援する立場であっても課題の分離が必要なのです。ただし、全く関わらずに放っておくのではなく、介入にはならない援助が必要です。具体的には次のような援助があります。課題に関する情報や情報収集の方法を伝える、結果がもたらす影響を伝える、課題と類似した事例を紹介する、自分が課題に立ち向かうならどうするかを伝える、課題に対し他者が自らの力で立ち向かえると信じる。この援助をアドラー心理学では勇気づけと呼んでいます。ここで本に書かれている馬を水辺に連れて行くことはできるが水を飲ませることはできないというイギリスのことわざを紹介します。これは周囲の人が相手を支援することはできるが、最終的には相手自身が行動を決めるので、周囲の人が相手の行動を強制することはできないという意味です。このことわざで例えると、強制する行動は馬の頭を掴んで無理やり水に顔を押し付けるようなことです。最悪の場合、馬が溺れてしまうかもしれませんし、水を飲ませた相手は信用を失うこともあります。人に頭を押さえつけられなければ水を飲めなくなることさえあるかもしれません。相手の生き方を支配し、操作し、強制することは NG です。子育てにおいてこの理屈が分かっていても、つい介入したくなることがあるかもしれません。その理由は、自分と子供が対等ではなく自分より下の存在だと思い込んでいるからです。子供は未熟で自立していませんが、それでも自分と対等の一個人であると尊重することが大切です。そして何よりも重要なことは、子育ての最終目標が子供の自立であるということです。親の強制は子供の自立を妨げる行為であり、課題の分離が子供の自立につながると理解しましょう。これまでお伝えしてきたことから、課題の分離がどのようなものかご理解いただけたと思います。
話の途中ではありますが、皆様に一つお願いさせてください。もしここまでの内容をお気に召していただけていたら、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをポチッとお願いしたいです。何卒よろしくお願いします。では次は課題の分離がどのように人の幸せに関わっているかという最も重要な内容です。まず、過去の動画でご紹介した幸せになるためのプロセスを振り返ります。他者に役立つ働きかけをし、誰かの役に立っていると思えること、つまり貢献感を持てることで自分に価値がある、居場所があると思えることが幸せになるプロセスです。次に、私なりの解釈で全要素の関連性を示した図を見てみましょう。この図では課題の分離から貢献感への矢印が伸びていることから、課題の分離が貢献感を持てるようにする役割を果たしていることがわかります。これと貢献感を持てることが幸せに結びつくことから、課題の分離が幸せになるために欠かせない要素であるとわかります。ではなぜ課題の分離によって貢献感を持つことができるのかを考えるため、役に立ったと思えることを他者の判断と承認に委ねるものとして幸せになるプロセスを見てみます。役に立ったかの判断と承認は他者の課題となるので、他者次第で自分が貢献感を持てなくなる、つまり幸せになれなくなってしまいます。しかし、自分の幸せを他者の課題に委ねるのは不自由であり誤った生き方と言えます。そこで、課題の分離により他者の課題を切り捨てます。こうすることによって、やっと不自由なき幸せのプロセスが成立します。もちろん全ての要素が自分の課題のため、自分次第で幸せになることができます。最初は乱暴で身勝手な考え方に聞こえるかもしれませんが、いくつかの例を見れば、他に正しい考え方は存在しないことがわかります。相手が判断した結果を伝えないことがある。家事をしてもありがとうの言葉はないかもしれません。相手が判断した結果を正しく伝えないことがある。例えば、仕事で目標以上の成果を出しても不十分と言われるかもしれません。相手の判断が正しくないことがある。ボランティアや寄付をしても偽善と言われてしまうかもしれません。相手が働きかけに気づかないことがある。道端のゴミを拾っても誰にも気づかれないことの方が多いでしょう。日常的に起こるこれらのことにより、課題の分離なく他者の承認に頼って貢献感を得ること、つまり幸せになることは困難です。よって他者からの感謝の言葉や良い評価は、より貢献感を高めるためだけのものと考えればよいでしょう。それでもやはり課題の分離には抵抗感があり、実践が難しいと思えるかもしれません。この抵抗感と難しさを取り除くためには、主に3つのことが必要です。承認がない不安感に負けないこと、今の自分にできること、できないことを見極めること、自分の働きかけが役立つものだと自信を持てること。ここで先ほど使った図をもう一度使います。課題の分離とそこにつながるもの以外を消し、見やすいように配置のみを変えます。課題の分離に向かう矢印の一つは、承認欲求の否定につながっています。これが必要な3つのことのうちの一つ、承認がない不安感に負けないことです。このためには相手の承認が得られなければ嫌われてしまうかもしれない、嫌われたくないという思いに立ち向かえる勇気、すなわち嫌われる勇気が必要です。次に課題の分離に伸びるもう一つの矢印は肯定的な諦めにつながります。これが必要な3つのことのうちのもう一つで、今の自分にできること、できないことを見極めることです。この見極めにより、できないことは仕方ないと諦めてしまいます。そして今できることをやればよい、今後できるようにすればよいと決して背伸びすることなく自然に前向きに考えます。このためには今の自分をありのまま受け入れる自己需要が必要です。そして自己需要のためには自分が特別ではなく普通だと認める普通であることの勇気や心の豊かさと余裕、理想を追い向上を願う優越性の追求をしている感覚が必要です。最後に他者貢献、つまり他者に役立つ働きかけにも注目する必要があります。他者貢献と関連性の高いもの以外を消し、見やすいように配置のみを変えます。他者貢献に向かう矢印は他者への関心と他者信頼につながります。これが自分の働きかけが役立つことだと自信が持てることになります。自分の独りよがりではなく、相手を尊敬し、対等な横の信頼関係を築けている。これに基づく働きかけであれば、相手にとって役立つものだと自信が持てるでしょう。これら3つの要素が全て揃うと、今の自分にできる精一杯の貢献をしたという自信を持ち、たとえ相手から認められなかったとしても、自分はよくやったと貢献感を持てるはずです。この貢献感により自分には価値があり居場所があるという感覚が生まれ幸せになることができるでしょう。以上を理解した上で改めて子育てについて考えるとより理解が深まります。親が子供の生き方を強制すると子供は自分の課題を親の課題、つまり他者の課題として認識し課題の分離ができなくなる危険があります。
そして親の承認に従う場面が多くなり、承認欲求に立ち向かう勇気がくじかれてしまいます。承認欲求に支配されると自立もできず、他者に関心を持てず信頼もできないので、他者に貢献しようとも思えなくなります。他者貢献も課題の分離もできなければ、自分の価値も居場所も感じられず、貢献感は持てないので、最悪の場合、幸せになるどころか人生崖っぷち状態の不幸な状態になってしまいます。このように子供の幸せという観点で見ても、親が子供の生き方を強制するのは子供のために良くないですし、危険なこととも言えるのです。以上で課題の分離の紹介を終わります。自分と他者の課題を切り分け、互いの課題に介入しない、させないという考え方は、誤った解釈をすると冷徹な印象を受けてしまいますが、実際はとても温かみのあるハートフルな考え方だと理解できたはずです。課題の分離を実践し、共に幸せな人生を目指していきましょう。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。嫌われる勇気、幸せになる勇気の別動画も作成しますので、今後ともよろしくお願いします。以上です。